皆さんこんにちは。のんびりデジタルです。今回のトピックはプライバシー情報って何ということでお伝えしていきます。今回のビデオシリーズの中の一番最初の話題ですね。まず皆さんはプライバシー情報と言われたときにどんなことを思い浮かべますか？自分の名前とか住所とか、それから電話番号、あるいはクレジットカード情報、アメリカであればソーシャルセキュリティナンバーとかそういった内容だと思うんですけれども、逆に、企業が知りたい皆さんのプライバシー情報というのは、どういう内容かというのをちょっと今回は見ていきたいと思います。で、2020年12月、ちょうど1年ぐらい前なんですけれども、Apple Store のほとんどのアプリで、各アプリが収集しているプライベート情報を、プライバシー情報を開示しています。で、これはどうやって見ることができるかというと、Apple Store に行って、まず、アプリの名前を入れます。例えば今回は Chrome を検索してみます。で、そうするとこういうふうに出てくるわけですけれども、この、Chrome の内容をずっとスクロールしていくと、この下の方にアプリのプライバシー情報ということで、このような感じで出てきます。で、これはですね、一つはあなたの ID とリンクするデータというカテゴリーで、カテゴライズされていて、もう一つはあなたの ID とリンクしないデータということで、カテゴライズされています。この2つのカテゴリーでそれぞれこういった内容が収集されています。じゃあこのデータ項目を次に見てみます。まずデータ項目としては、財務情報、位置情報、連絡先情報、連絡先、ユーザーコンテンツ、検索履歴、閲覧情報、それから ID、使用状況データ、診断、その他情報、購入履歴、健康、フィットネス、機密情報という14の項目があります。じゃあこの14の項目の中にそれぞれどんな内容が含まれているのかというのを個別に見ていきたいと思います。まず、財務情報の中には支払い方法、支払いカード番号、銀行口座番号、クレジットスコア、給与、収入、資産、負債などが含まれます。それから位置情報は詳細な位置情報、おおよその位置情報。連絡先情報は名前、メールアドレス、電話番号、物理的な住所、ユーザーのその他の連絡先情報などが含まれます。連絡先はユーザーの電話、アドレス帳、ソーシャルグラフ内の連絡先リスト、それからユーザーコンテンツの中には、E メール、メッセージの件名、送信者、受信者、写真、ビデオ、サウンドの録音、ゲームプレイコンテンツ、カスタマーサポートの依頼中にユーザーが生成したデータなどが含まれます。この E メール、メッセージの件名などはメタ情報とも呼ばれる内容ですね。それから検索履歴、閲覧情報は閲覧履歴などが含まれます。
また ID はスクリーン名、これはいろいろなアプリを登録し、アプリのサービスに登録したときに使われるスクリーン名、ハンドル名といった内容、アカウント ID、割り当てられたユーザーの ID、それから使っているデバイスの ID ですね。こういったものが含まれます。それから使用状況データはアプリの起動、タップ、クリック、スクロールの情報などが含まれます。それから音楽の視聴データ、ビデオの視聴数、ゲームやビデオの曲の保存場所、ユーザーのアプリ操作に関するその他の情報など、それからユーザーが見た広告に関する情報などが含まれます。診断はクラッシュデータなどですね。それからその他データというのはここで言及されていないその他の種類のデータということですが、これがちょっと不気味ですね。それから購入履歴は購入履歴または購買動向。健康フィットネスは健康及び利用に関するデータ、フィットネス及び運動データです。から機密情報。これが私は個人的にとても怖いと思った内容なんですけれども、人種、民族に関する情報、性的指向、妊娠・出産に関する情報、障害、宗教または哲学的信念、労働組合への加入、政治的意見、遺伝情報、生体情報などが含まれます。で、こういった情報、これらはただ個々に収集されているのではなくて、それぞれのデータがお互いに紐付けされて収集されています。どういうことかというと、例えばあなたはいつどこでどのような買い物をし、いくらぐらい使ったかとか、お友達とどのくらいの頻度であってどんな会話をしているのか、A さんとはこういう会話が中心ですねとか、それから B さんとは、政治的な話をしていますねとか、そういった内容ですね。それからそれがどのくらいの頻度で行われているのか、そのお友達の連絡先情報はどういったものなのか、そういった内容が、この今回プライバシー情報として収集されているという話です。ですので、皆さんがアプリを使われるときには、本当にプライバシーにとって安全かどうかというのを一度確認されることをお勧めします。ただ、こういったプライバシーとかセキュリティの話をすると、どうしても便利さと天秤にかけてしまうところがあるんですね。セキュリティやプライバシーを重視してしまうと、やはり便利さはその分犠牲になりますし、便利さだけを追求してしまうと、セキュリティやプライバシーが甘くなってしまう。で、これは難しいところではあるんですけれども、やはり皆さんの考え方とか行動によって違ってくると思いますので、これを一度考えてみてください。ということで、今回のビデオは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。